こんにちは。第5回です。最初に使うキャラはシャドウ。シャドウといえば、いろいろ乗りこなしてかっこいいですよね。なんと、今作では、バイクに乗ってくれます。このバイク、シャドウジェネレーションズに合わせて実写が作られたため、このゲーム内で唯一現実に存在する乗り物にもなりますね。コースは、ハイウェイゼロ、ジェットセットラジオ3つ目のコースです。シャドウには、やはり夜のハイウェイが似合います。ちなみに、360の五感で動かすと、原作ではこのエリアで処理をしまくりますが、もちろん今作でそんなことはないのでご安心を。コースの構造はこまめに曲がる場所が多い印象で、道幅は広め、後半には中央分離帯を使って攻防が行われることも。走り方解説は後半にしておくとして、シャドウの扱い的なことでも話しましょうかね。有名な話ではあると思うのですが、シャドウはもともとソニックアドベンチャー2のみの予定で作られたキャラクターでした。人気が出たので以降も続投し、ついに去年はシャドウイヤーということで、いろいろグッズ制作や PR が行われ、ソニックレーシングクロスワールドではまさかの最初に映るキャラにもなりました。ところでシャドウの好物がコーヒーって決まったのがつい最近であると知ってましたか？その証拠にこのゲームのプロフィール欄では好物の欄が特になしとなっています。またプロフィールではこのバイクの出所がガンであることも判明しています。乗り物各種が出たスピンオフ作品ではガンと戦っている中、様々なマシンを奪っていたし、その後乗り物が続投した新ソニでは所属がガンでしたからね。この辺も意外と考えられていたりします。シャドウジェネレーションズではルームパワーによって乗り物が登場しませんでしたが、また乗り物を使いこなすシャドウも見てみたいですよね。ゲームのテンポとか考えると難しいんでしょうか。乗り物はすでにエミーやテイルスがやってたし、フロンティアみたいな感じならいけそうなんですけどね。そういえばシャドウは映画版3作目でもバイクに乗っていますが、こちらではこれとはまた違ったスポーツタイプのバイクなんですよね。もしゲームでバイクに乗る日が実現した時はそちらのモデルも乗れたら嬉しいですね。ソニックがムービー版ブーストエフェクト差し替えとか出たし、多分公式はやってくれるでしょう。3周目なので走り方の解説です。序盤はインコースを除いては障害物がないのであまり気にせず走れます。障害物に関してもわずかでしかないため、見えたらブーストするぐらいでいいです。進んで道路に出たら車が走っています。ダッシュパネルがあるのでうまく乗っていきましょう。車はブースト中でもぶつかってはいけないので注意。ちなみにダッシュパネルと逆の方にはアイテムボックスがあるので、状況次第ではそっちを優先しましょう。ジャンプ後再び道路に入りますが、そちらでは車が走っていません。アイテムボックスに関してもたくさん置いてあるので、左側からインコースで進むのがいいでしょう。解説は以上です。勝利演出と必殺技を見て次に行きましょう。必殺技はスーパーシャドウ。スーパー化してボタンを押すとカオススピアで攻撃です。近くにいる敵にしか当たらないので注意。次使うキャラはニック・ザ・キャット。実はニックはライダーズシリーズでは不在なため、この時代では貴重なレースをするニックでした。マシンはカエルくんのデザインで、なんとスクーターに乗ります。性能としてはエッグマンに近いですね。スピードとブーストがちょっと低い代わりにアクセルは高めです。重量はありますが若干エッグマンより軽い気がします。コースはロッキーコースター、サンバでアミーゴからのコースですね。カーブが多く押し出される仕掛け、天井から突然現れる障害物、跳ねる道で嫌がらせのように配置されている風船と、かなり難易度が高いコースです。ロケットスタートのタイミングは3の終わりぐらいからですね。ニックについてなんですが、実は意外と器用で
メカの扱いは得意なのではと言われていたり、理由としてはソニックアドベンチャー世代ではテイルスのトルネードに乗ってエッグキャリアから自力で運転して脱出してますし、アドベンチャー2ではドリームキャスト限定ですがエッグウォーカーに乗っています。エクストリームギアについては乗っていないと思いきや、公認作品のソニックスピードシミュレータでは少しふらつきながらも乗りこなしていたりします。そして本作でバイクに乗って以降のソニックレーシングでは車に乗ったので、ソニック世界ではシャドウと同じぐらい様々なメカを乗りこなしているんですよね。というかソニック世界のバイクって意外と貴重ですよね。ライダーズシリーズでは一部のキャラが乗りますが、それ以外だと今話したシャドウとビッグぐらいですし、あとはムービーの世界線ではあるのですがナックルズが一応乗ったぐらいです。まあソニックで走る以上は陸路を進む乗り物なんかはあんまり出番がないでしょうし、出なくても違和感がないのですが、こう振り返ると乗る人物も限られているしで、意外と貴重な乗り物なんだなと思いました。ニックといえば先ほど話したようにライダーズで出番がなかったこともあったし、ジェネレーションズではまさかの未登場、それ以外の作品だと一応背景に入り込んだ見方で出番があった作品もあったものの、全体通して出ない方が多いと PS3 ぐらいの時代はとにかく影が薄かったんですよね。それだけにこの作品で選ばれているのが意外でしたね。スタッフもニックを出してあげたいという気持ちが強かったんでしょうか。ちなみに近年では無事復帰して、フロンティアではオトクーが釣り場で登場し、メインではないもののシャドウジェネレーションズでのセリフが豊富で順調にレギュラーエリアの道を進んでいます。割と色々なことをさせられるキャラではあるので、今後の活躍にも注目したいですね。3周目なので走り方の解説です。トンネル内の雲や玉のような障害物は全てブースト中ならぶつかってもセーフで、また道の端っこだと当たりません。こういうことがあるのでブーストがたまり次第出しておきましょう。カーブも長いですから1回だけじゃなくて数回やった方がいいです。波打つ道ですね。飛び出した先に風船があるので、風船の動きを見て当たらないように動く、飛び出す前にブーストする、バリアを張るといった方法で対処できます。とは言っても地形的にブーストを出す余裕もあまりなく外困難なので、回避は無理をしない範囲で。ステージ終盤のコーナーですが、よく見るとスピーカーが置いてあります。このスピーカー一定の周期で動いており、音波が出ている時に近くにいるとコースアウトさせられてしまいます。対処として確実なのがスピーカーに寄らない、1つ目はダッシュパネルに寄らない、2つ目のあるサイドの右カーブはインに行かないといった対処があります。なんとか解説が間に合いました。勝利演出と必殺技を見て次に行きましょう。必殺技はジャイアントフロッキー。巨大化したカエルくんに捕まり自動で進みます。ニック以上にレアキャラのカエルくんがとてもよく見れるありがたい技です。次使うキャラはアレックス・キッド。ご存知セガの看板キャラですね。もちろん皆さん知ってますよね。性能としてはオパオパに近い感じですね。こちらも細かい動きは得意ですが、オパオパと違って空中の挙動があまり良くないです。コースはデッドリールート、ハウス・オブ・ズ・デッド3つ目のコースで、今までと違いお屋敷全体を走ります。演出面でも面白いコースですね。原作の紹介です。アレックス・キッドは1980年代後半、セガの代表的なキャラとして活躍していました。ゲームのジャンルとしてはシンプルな横スクロールアクションとなりますが、乗り物が登場したり攻撃方法はパンチであるため、敵の横まで行く必要があったりして、ソニックやマリオとはまた違った感覚のアクションゲームです。シリーズ最初の作品は1986年にセガマーク3にて発売されました。その後も数ヶ月に1回のペースでアーケードや他のセガハードでも展開が行われ、人気もそこそこあったのですが、
同時にシステムの変更や低くなったり高くなったりが極端すぎる難易度、あるゲームの差し替えで作られて本来の持ち味が出ていない作品なんかも生まれてしまって、そのせいで方向性が行方不明になってしまったといういろいろ振り回されてしまったシリーズではありました。ちなみにここまでいろいろ出たかのように話しましたが、主に海外での話、日本ではあまり展開されていません。ただ日本を含め世界中で一番最初の作品であるミラクルワールドがとても人気であり、2021年にはハウス・オブ・ソデットやシェンムーのように許可を得て開発した作品でリメイク版が発売されています。セガがその気になればまた新しい一歩を踏み出せるかもしれませんね。実はそのリマスター以外にも非公式ではあるものがミラクルワールド2、3と言われた作品も作られており、開発陣がその気になってセガも受け入れればソニックマニア以来のファンから公式化が行われるなんてこともありえそうで、本当に夢がある作品だったりします。ではこんなに人気なのになぜ1990年代には出番がなくなったのか。それはもちろんこのゲームのタイトルにも書かれているソニックが人気者になってしまい、アクションゲームの需要はそちらに持っていかれたからです。よってアレックス・キッドは自然と忘れられていくような存在になってしまいましたが、セガも近年は再評価してほしいのか、竜が如くシリーズにセガマーク3で遊べるおまけを実装し、毎回のようにミラクルワールドが収録されています。興味がある人は最初にして最高と言われる作品をぜひ体験してみてください。もちろん遊びやすいリマスター版も発売中です。3周目なので走り方の解説です。お屋敷最初の廊下は最短で進むと奥の方に穴があるのでブーストで飛び越えましょう。アイテムがない場合はカーペットの上にあるアイテムを取りましょう。その先の広場は右と左にはアイテムボックスとダッシュパネルが、中央は何もないけどスムーズです。どこを通る場合でもゾーンに注意。上り坂はインコースに2つだけ木箱があるので注意。ブーストでぶつかると壊せます。ちなみに2つ目の縁側の木箱の次にあるアウト側の2つの木箱の後ろにはアイテムボックスがあります。欲しい場合はブーストでぶつかりましょう。飛び降りた後は中央には柱が1本あるのでそのまま走っているとぶつかります。アイテムボックスとダッシュパネルのある右がおすすめです。あとは緩い S 字を抜けるとゴールです。勝利演出と必殺技を見て次に行きましょう。Just when I think I've seen it all, you get a race like that. The stuff of legend. 必殺技はプチコプター。原作でも登場する乗り物です。ボタンを押すと弾を発射しますが小さいし、誘導もあんまりって感じで正直弱い方かなと思います。でもアレックス・キッドのテーマのロックアレンジがかっこいいので使う価値はあります。次使うキャラはナックルズです。ハンドリングが最高でアクセルもかなり高いですがスピードとブーストはありません。性能はまあ総合して普通って感じですね。ちなみにマシンデザインはキャラの特徴が出ていてとてもいい感じですが、以降のレーシングシリーズではデザインが結構変わっちゃいます。ステージはオーシャンルーインシーサイドヒルから3つ目のコースです。長さはなんと約 9000m。これは最長かと思いきやこれより長いコースが存在し僅差で2位なんですがかなりのロングコースとなります。ロケットスタートは2の途中からです。構成自体を言ってしまうとこの長いコースの大半を占めるのは海底トンネルスペシャルステージを思い出しますね。他のレースゲームを出すならセガも開発協力した F0GX でも透明パイプ型のコースがありそれに外観も似ています。そこからヒントを得たのでしょうか。シーサイドヒルは結構いろいろな作品で使われますよね。グリーンヒルには勝てないものの第2ホームみたいな扱いはいけると思います。ヒーローズは実際モダンのスタンダードとして見た場合都合がいい作品だと思うんですよね。世界観が他の場所も都会の工場ガチのエッグマンの空中要塞のようなクラシック時代で印象が残るような場所がありますし、エッグボーンの初登場ながら今でも出番が続いています。キャラクター自体に
属性と役割を持たせて、それを3人1組にするというのも、シナリオ的な意味でも、ゲームの演出や性能面の分け方としても、その後の作品に与えた影響はかなりありましたからね。それ以外にも、ヒントリングの存在や、ステージ中での数多くの会話、レインボーリングのようなプラスギミックとして分かりやすくなったボーナスギミックもあって、これらもモダン作品で共通化してきたシステムですからね。今思い返すと、本当に基礎がかなり出来上がった作品でした。ヒーローズ自体の話はこれで終わりですが、ナックルズといえば、ニックの武器とちょっと被るんですが、一時期の扱いがこちらも微妙でしたよね。同じく PS3 時代はあんまりいい扱いと言えません。新ソニでは他のキャラの方がシナリオ上重要な会話とかが多くてあまり目立たない感じでしたし、それ以降の作品ではそもそも不参加であることの方が多かったですよね。まあソニックと基本一緒に旅してるテイルスとは違ってエメラルドの守護者だからいつも一緒にいるわけじゃないんですが、ワールドアドベンチャーのようなエメラルドと古代文明が関わる話で出てこないのは意外でしたね。そしてワールドアドベンチャーからしばらくエメラルドが関係ない作品が続いてしまい、それに合わせて自然とナックルズの出番も激減してしまいましたね。同時期に追い打ちをかけるかのようにソニック4がエピソード2で打ち切りになったこともあって、本来ナックルズの出番となる3が未発売となりました。まあニックと違う点で救われたところもあって Wii 限定作品が多くなりますが、絵本シリーズではちゃんと重要な役割だし、ライダーズシリーズでは古代文明関連で色々と知識を発揮して活躍してくれます。近年ではちゃんと操作キャラに復帰、モダンでもフロンティアで最新の操作が可能、しかも PR のアニメでは主人公でした。ゲームとちょっと違うものの映画の方でもスピンオフがあったりして順調に扱いが良くなってきていますので、今後も出番を増やしてあげてほしいですね。3周目なので走り方の解説です。最初のエリアは道ができているところを走るだけでいいです。一応外側に行って合流できる場所もありますが、ダートゾーンのためメリットはありません。たまに歩いてくるガニガニに注意。パイプに入る前ですがバタバタが飛んでくるので位置に注意。あまり長く飛ばないためトリックは1回までです。パイプ内はダッシュパネルとアイテムボックスの2択になっています。パイプ内はダッシュパネルとアイテムボックスの2択になっています。終点にはアイテムがあるため、よほど困っていない限りはダッシュパネルだけでいいと思います。ソニックが近いですが、パネルを踏んでいれば追いつかれることはないでしょう。アイテムを取り逃しました。このジャンプが長いので3回ぐらいトリックしましょう。ここでソニックから抜き返されましたが、ちょうどゴール直前にショートカットがあります。橋のエリアで左側に行って飛べばいいのですが、バタバタがいるのであらかじめブーストを止めて、それで突っ込んで安全に渡りましょう。残りステージ数の都合で今回はもう1レースあります。勝利演出と必殺技を見て次に行きましょう。 Tune in next time. No contest. How long is this gonna go on? 必殺技はエメラルドパワー。ボタンを押した長さで攻撃範囲が決まる。最大まで貯めるとなんとコース全開になります。基本半端だとあまり妨害にならないため、基本の最大止めで使いましょう。コースはビンゴパーティー、カジノパーク3つ目のコースですね。これまでと違いジャンプ台や合流する道のギミックでレーサー同士の衝突が多いコースとなっています。キャラ紹介はどうしたって、さっきのナックルズでちょうど全部紹介しました。ただしこれは全ての機種で共通で使えるキャラに限りますが、実は Xbox360 限定が2名、 PS3 と Xbox360 の DLC が1名いるので、それは次回紹介しますね。さてコース自体の解説は今からすると時間が余るので、携帯基盤についてお話ししますかね。以前アーケードや Wii についても触れましたが、それとはまた違うのが携帯基盤です。 DS とスマホで出ています。ちなみにスマホ版は全産配信終了となっています。変更点としては
6人でのレース。重量がステータス画面から確認可能。2人乗りキャラがスペック上動かせないのか。ジャッキー、モボ、ゾビオ、チューチューが単体に。一応必殺技とかでは相方が出てくる場合はあります。ロケットスタートがアクセルの数値に関係なくカウントが1を過ぎてからとギリギリの時に押すという方法に変更となっています。ゲームバランスはかなり変わっていて、一転してアイテムの価値が変わっています。ボムは近くに着弾するため上げにくく、ホーミングミサイルはなんと後ろ投げでもホーミングする上に投球時では搭載できない凶悪性能。しかも撃った際に近すぎて少し先に飛んだ場合は戻ってくるという1位だけ当たるようにした方がマシまで会える超性能です。このため被弾がとにかく多くなるのでキャラの価値も変わり、状況にかかわらず力を出せる性能が揃って高い方が活躍できます。例えるなら全てのステータスが高いボナンサブラザーズとかですかね。他にもコース自体がスペックの関係で一部ルートが消えてたり、場所によっては別物になっていますので結構別のゲームとして遊べます。3周目なので走り方の解説です。序盤のコーナーは外側にエッグボーンがいるので注意。まあ基本内側を走れば大丈夫でしょう。中盤ルーレットロードと同じように分岐した道がありますが、最速で抜けるには右の青い道から途中の合流地点で赤い道に乗り換えることです。当然交差した場所では他人への衝突に注意。この先コーナーを抜けると巨大チップ広場ですが、実は最速で抜ける場合は飛び上がらないのが正解です。ただ空中にいると妨害を受けないので、ある程度差が出てきている時は飛んだ方が正解かもしれません。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回で最終回です。珍しいであろう DLC まで紹介しますのでぜひ見てくださいね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。